こんにちは。今日お話しするテーマは、骨盤の前傾後傾、骨盤を前に倒すのか、後ろに傾けるのか、これについてお話ししてみようかと思います。骨盤を前傾なのか後傾なのか、どっちかで分けようとするから話がね、おかしくなってしまうんだなっていうふうに思っていて、骨盤は本来自然にこう立ってる時っていうのは、自然な状態は少しね、前傾してるはずなんです。骨盤がぐーっと後傾して、腰から背骨が一本のにまっすぐに立ってるっていう状態は、本来、自然な状態ではないんですね。まず、自然な状態が何なのかっていうのをしっかり理解することが大事で、背骨っていうのはこう S 字で湾曲してますよね。まず、背骨脊椎は、最も、自然であると言われている、こう、カーブの状態っていうのがあって、この湾曲は重力に対して負担なく人が立っていられるために、このカーブっていうのは必ず必要なものなんですね。でカーブがないと、衝撃をうまく緩和することがまずできないっていうのもありますし、この適切なカーブがあることで、重力に対してとても強い力で抵抗できる。重力に抗えるようになっているっていうふうに言われています。ですので、この湾曲がですね、一つでもやっぱなくなってしまうと、非常に人の体っていうのは弱い状態になってしまうんですね。この立つということに関して。で、この S 字の湾曲があって、なおかつ、最もね、自然に無理なく、無駄な力を使うことなく、立てるカーブの状態というのが、だいたいここはこれぐらいの角度、ここはこれぐらいの角度と言われている、ものがあって、これを脊椎の、生理的湾曲っていうんですけども、この脊椎の湾曲、頸椎のあたりは、前腕していて、この胸椎のあたり、みぞおちの裏側あたりは後腕している。で、腰椎ではまた前腕している。で、この前腕っていうのは、いわゆる腰が少しこう反ったカーブになってるんですけれども、これはあってしかるべきというか、あって当然のカーブなんですね。なので、骨盤を前傾させようとすると、この腰椎の前腕が不自然に強調されてしまうんですけれども、自然な状態で立つっていうことを意識すると、骨盤はね、それに伴って自然と少し前傾している。骨盤を前傾させるのか後傾させるのかではなくて、脊椎が自然な状態、生理的湾曲を保つ状態のその流れにある骨盤の形っていうのが一番理想ですね。これね、小難しく説明しているように思われるかもしれないんですけども、この背骨のカーブの状態によって、体幹の使われ方というか、力の発揮する度合いっていうのがもうものすごい変わる。めちゃくちゃ変わるんですよ。このカーブがね、整っていないと、本当にね、力が出ないというか、使いたい筋肉がほとんど動かないっていう風になってしまう。前腕、後腕、前腕とある脊椎に関しては、カーブをとにかく自然な状態に整えておくっていうのが、実はものすごく大事で、ここを整えていく作業というのが、姿勢の調整、手術の稽古会では、ガッツガツに鍛錬するっていう側面もありますけれども、この姿勢を整えるっていう作業もものすごい大事な稽古の一つになっていて、ここで大事になってくるのが、この脊椎の、湾曲、カーブ。で、それに伴って、適切な骨盤の形も、決まっていくということですね。革新的なところに触れていくことになるので、ここはね、あんまり詳しくはお話しできないんですけども、骨盤は前傾させるんですか、後傾させるんですかっていう問いに対しては、このような答えになってきますので、ぜひ皆さんも研究してみてください。はい、以上です。ありがとうございました。